さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。144回目の今回は、ミスター・メイの愛称で親しまれた選手の解説になるよ。その選手とは、選手時代には西武大英に在籍し、監督としてソフトバンクを指揮していた秋山浩二選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。秋山浩二、1962年4月6日生まれの61歳、熊本県八代郡氷川町出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、監督、野球解説者、野球評論家を務めているよ。高校時代は熊本の八代高等学校に進学し、野球部に入部。投手として3年生時の1980年春の九州大会で準優勝。最後の夏の甲子園熊本県予選では、決勝で熊本高校に4対6で敗れたよ。当初から12球団のスカウトに注目されていたものの、秋山は大学への進学意思が強く、ドラフトでは指名されなかったよ。しかしドラフト終了後にプロ入りを表明し、読売、阪急、広島との争奪戦の上、西武の熱心な説得と、君を打者として育てたいという言葉が決め手になり、1981年1月にドラフト外で西武に入団したよ。秋山は西武の担当スカウトから、君には4年後西武ライオンズのサードを守り、そしてクリーンナップを打ってもらいたい、と言われ、入団当時の監督であった根本は、野球をやっていなかったら、オリンピックの実施競技の選手になれた、と惚れ込んでいたそうだよ。西武入団当時の背番号は71で、入団と同時に投手から三塁手に転向。1年目の81年は消化試合で初の1軍昇格を果たし、初ヒットを放っているよ。2年目の82年は背番号を24に変更。1軍出場はなかったが、イースタンリーグでは打率3割、13本塁打で当時のリーグ記録を残し本塁打王を獲得しているよ。そして82年からは3度、野球留学でアメリカに渡り、1984年には春季キャンプから1軍入り。そして7番サードで開幕戦に先発出場し、4月14日にプロ初本塁打を記録。しかし怪我をしたこともあり、1軍では54試合の出場にとどまるよ。2軍では、21試合で打率3割5分4厘、11本塁打、26打点を記録しているよ。85年には主に6番サードのレギュラーに定着。またこの年は打率2割5分2厘を記録し、王と並ぶ史上最年少の23歳での40本塁打を放ったよ。86年は開幕を5番に座るが、新外国人の不振により4番を任され、打率2割6分8厘、41本塁打115打点を記録。シーズン終盤には、ルーキーの清原と3番秋山4番清原で AK4 が誕生。この年は外野手としての出場は32試合のみだったが、初のベストナインに外野手として選出。また同年の日本シリーズの試合でのホームインで、バック中を披露。ちなみにバック中ホームインは、秋山の地味なイメージを払拭するために、何か派手なパフォーマンスをと考え出されたもので、初めて披露したのは前述した86年の広島との日本シリーズ第8戦で、6回の同点本塁打ホームイン時で、三塁ベースコーチの近藤一軍守備走塁コーチに、やっていいですかと許可を得てから行ったそうだよ。日本シリーズでは90年の巨人戦、91年の広島戦でも披露。最後となった広島戦では、着地後尻餅をつき、胃を封印することとなったよ。87年には俊足と強肩を生かすために本格的に外野手に転向。秋山は3番センターに固定され、5月21日に日本人最速で通算100本塁打を達成。最終的に打率2割6分2厘、43本塁打94打点を記録し、3年連続40本塁打を達成し初の本塁打王のタイトルを獲得。また史上初の40本塁打40盗塁も期待されたが、38盗塁で達成はならなかったよ。88年は打率2割9分2厘、38本塁打103打点を記録し、リーグ4連覇と3年連続日本一に貢献。89年はシーズン途中にデストラーデが加入し、3番秋山4番清原5番デストラーデと、AKD4 と呼ばれたよ。この年秋山は初の3割である打率3割1厘を記録し、31本塁打31盗塁で、日本プロ野球史上5人目のトリプルスリーを達成。90年には51盗塁を記録し盗塁王を獲得。さらに35本塁打を放ちプロ野球史上初の30本塁打50盗塁を達成し、本塁打王受賞経験者による盗塁王となったよ。91年にはオールスター第2戦で右目に自打球を当て負傷退場し、右目の視力は 0.7 から 0.2 にまで低下。この年の日本シリーズでは4本塁打を放ち、MVP を受賞。またこれらの活躍が評価され、勝力松太郎賞を初受賞したよ。92年は打率2割9分6厘、31本塁打89打点と安定した成績を上げ、チームも3年連続リーグ優勝を達成し、3年連続となる日本一に貢献。そして秋山は優秀選手賞を受賞したよ。93年には、8月21日と22日の日本ハム戦で、パリーグ史上2人目となる、2試合連続の満塁本塁打を放つなど、30本塁打を記録し、9年連続30本塁打以上というパリーグ記録は、今現在も破られていないよ。しかし打率は2割4分7厘と低迷。そして同年オフに、秋山、渡辺、内山と、
ダイエーの佐々木、村田、橋本との3対3の大型トレードが発表され、ダイエーに移籍したよ。当時上昇球団であった西武から、B クラス常連のダイエーに移籍した秋山は、ダイエー選手たちの勝ちたいという、意識が薄いことに愕然としたそうだよ。同じく翌年に西武からダイエーに FA 移籍した工藤。日本ハムから移籍の武田と共に当時監督だった大から、甘えの体質を変えてくれたと述べているよ。94年は9月17日のロッテ戦から、10月7日の西武戦まで11試合連続で長打を放ち、プロ野球史上最長記録となったよ。同年は打率2割5分4厘、24本塁打73打点を記録。96年には打率3割を記録するが、腰痛を悪化させそれ以降打率の低迷や本塁打が減少。99年からはダイエーの初代首相に就任。シーズン終盤からは、不振の柴原に代わって1番ライトで出場しチームを牽引。優勝争いの最中であった9月8日の西武戦で、松坂から顔面に支球を受け胸骨を骨折。しかし次の試合ですぐにベンチに復帰し、フェイスガード付きの特製ヘルメットを作って、スタメンにも復帰。9月25日の日本ハムとの優勝決定試合では、先制点となる先頭打者本塁打を放つなど、大英初の優勝に貢献。そして中日との日本シリーズでは、日本シリーズ MVP を獲得。またこれは当時プロ野球史上最年長及び、史上初の2球団での日本シリーズ MVP 受賞となったよ。2000年には8月18日のロッテ戦で、出場2000試合目で2000安打を達成。2001年はキャンプ中に右肩を痛め、2軍で開幕を迎えたよ。打率2割8分6厘、11本塁打と2年ぶりの2桁本塁打を記録するも、82試合の出場に終わったよ。そして2002年、優勝が現実的に遠のき、気持ち的にもやっていくことがなくなったと。8月26日に現役引退を表明。引退試合は10月5日の西武ドーム、10月6日の福岡ドームで行われ、西武ドームでの試合後には、西武の選手たちから、福岡ドームでの引退試合では、大英の選手たちから胴上げされたよ。ちなみに秋山がつけていた背番号1は、柴原が1番の継承を希望し、秋山も了承したため、永久欠番とはならなかったよ。引退後は、2003年から2004年まで RKB 毎日放送、TBS テレビ、TBS ラジオ野球解説者、西日本スポーツ野球評論家として活動。文化放送ライオンズナイターに、ゲスト出演することもあったよ。2005年には、大英の後身であるソフトバンクホークスの、2軍監督に就任し、松田や本田を指導。2007年、2008年は1軍総合コーチ、1軍チーフコーチを歴任。2008年9月23日、シーズン終了をもって退任を表明した大野公認として、10月2日に3年契約での監督就任を発表。1年目は3位、2年目の2010年には、9月26日にチームを、7年ぶりのリーグ優勝を達成。しかし CS ではロッテに敗れ、日本シリーズ出場はならなかったよ。2011年は10月1日に、プロ野球史上初の全球団勝ち越し、2位以下に 17.5 ゲーム差という圧倒的な強さで、チームを2年連続リーグ優勝に導くよ。CS では西武に3連勝し日本シリーズ出場を決め、日本シリーズでは中日を4勝3敗で破り、ソフトバンクとして初、監督就任後初の日本一を達成したよ。2012年は3位、2013年は4位、2014年1月17日には、野球殿堂博物館より佐々木、野本ともに、競技者表彰による野球殿堂入りしたことが発表されたよ。チームはリーグ優勝、日本シリーズ進出を決めていたが、同年限りでの監督退任を発表。阪神との日本シリーズでは、4勝1敗で3年ぶりの日本一となったよ。また日本一を達成した監督の退任は、史上2人目のことだったよ。監督退任後は2015年より、再び RKB 毎日放送解説者、西日本スポーツの評論家を務めているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。両投手の三拍子揃った選手として、黄金時代の西武を支えていた秋山について、長島は、本当のホームランバッターと評し、落合にも、本当のホームランバッターは田淵幸一さんと秋山だけ、と言わしめたそうだよ。また若手時代に野球留学した、アメリカのマイナーリーグで評価されたことや、西武のレギュラーとなった後に、日米野球で対戦したメジャーリーガー、関係者に高く評価されたことから、後に、メジャーに一番近い男、と呼ばれたそうだよ。共に西武でクリーンアップを担っていた、チームメイトの清原は、自分は日本専門の選手だけど、秋山さんならメジャーでも通用すると語り、レストラーでも、秋山なら全てのメジャー球団で主力選手として活躍できる、と語っているよ。また、メジャーリーグで10年プレーした後に読売に在籍していた黒町は、ミート、パワー、スピード、ディフェンス、バッティング、スローイング、全てを兼ね備えている5ツールプレイヤーであり、メジャーでもすごいスターになれただろう、と評しているよ。また秋山は現役時代、5月に好調となることが多く、ミスターメイと呼ばれていたよ。月間 MVP を3度獲得しているが、うち2度は5月。5月に活躍できた理由としては、開幕直後は花粉症の症状に悩まされ、花粉症の収まる頃から野球に専念できたからだそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。
身体能力が高く、プロ入りと同時に投手から内野手へコンバート。その後は9年連続30本塁打や50盗塁などの、前評判にたがわぬ実力を発揮。現役を引退して監督に就任した後も、打撃練習に参加して柵越え。投球練習では130キロを計測するなど、衰え知らずの身体能力も披露したそうだね。もし秋山選手がメジャーに挑戦でもしていたら、一体どこまでの成績を残せていたんだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。